皆さんこんにちは、ゆうとです。今回はダイソーの 1.5 号用メスティンにスタッキングできるアイテムをご紹介します。主にダイソーアイテムを中心に紹介しますが、100均以外のおすすめアイテムも少しだけ紹介したいと思います。それではやっていきましょう。まずはダイソーの 1.5 号用メスティンについて簡単に触れておきます。私が持っているのはこちら880円の 1.5 号用メスティンです。フッ素加工された黒いメスティンもありますが、私のは加工がされてないタイプですね。幅がだいたい16センチ、奥行きが約9センチ、高さがだいたい7センチですね。有名なトランギアのメスティンに近いサイズ感ですね。今までにこのメスティンで炊飯をしたりとか麺類を調理したりしましたが、もっとメスティンを使い倒したいなと思い、いくつか買い足してスタッキングできるアイテムをまとめてみました。それではアイテムを順番に紹介しながら実際にスタッキングしていきたいと思います。まずはこちらメスティン用網ですね。お値段は110円で、ジャンコードはこちらになります。メスティンで蒸し料理とか燻製をしたい時に便利な網ですね。今まで持っていなかったので今回買い足してみました。使う時にはですね、メスティンの網をこの向きで入れて、網の下のスペースに水とか燻製チップを入れて使います。スタッキングする時はこんな感じで逆さまにして入れるとぴったり収まります。各メーカーからメスティン用の網は発売されていますが、ダイソーの網ならば110円で気軽に買えるので、炊飯以外のメスティン料理に挑戦してみたい人はぜひ試してみてください。続いてはこちらメスティン用のまな板です。木製のまな板ですね。こちらも税込み110円です。とても小さなまな板なのですが、簡単な料理には使えるアイテムですね。このまな板は1号用メスティンにぴったりスタッキングできるタイプなので、1.5 号用にスタッキングすると少しスペースが余ってしまいます。ちなみに現状だと 1.5 号用メスティンにぴったりのまな板はダイソーでは発売されてないと思われます。ここでですね、1点ダイソー以外の製品を紹介したいのですが、こちら高木の折りたたみまな板ですね。おそらくトランギアのメスティンを意識して作られたものだと思うのですが、こうやって折りたたんでからメスティンに入れるとぴったり収まります。使う時は全部広げて使うので、ダイソーのメスティン用まな板と比べると3倍以上の面積が使えるので、すごく便利なまな板です。私はこのまな板ホームセンターのカインズで確か税込み298円で購入しました。 Amazon や楽天でも取り扱いはあるのですが、送料がかかってしまうので、近くにカインズがある方は店舗で購入するのがおすすめです。個人的にはメスティン用のまな板の最適解かなと思っているので、これはまた別の動画で改めて紹介できればいいなと思っております。それでは次のアイテムに行きましょう。こちらポケットストーブと固形燃料ですね。ポケットストーブが、税込みで330円、固形燃料が3個入りで税込み110円でした。こちら1個 25g です。メスティン炊飯には欠かせないアイテムですね。まな板の上にスタッキングするとこんな感じに収まります。隙間にライターも入りますね。固形燃料は横に1個入れてあげるとちょうどいい感じかなと思います。ポケットストーブは開け閉めが若干硬い感じもしますが、その分作りもしっかりしている印象はあって、1年以上使っていますが、全然不具合は出てないですね。本家の S ビットのポケットストーブが2000円弱なのを考えるとかなりコスパがいい製品かなと思っております。まだポケットストーブ持ってない方はダイソーとか100均の試してみるといいかもしれません。続いてご紹介するのはこちら液体調味料ボトル S サイズですね。2個入りで110円。ジャンコードはこちらですね。
キャンプ用品のコーナーには同じぐらいのサイズの円柱状の調味料ボトルも売られていますが、今回私が購入したのはソロックスシリーズの四角いタイプのボトルですね。こちらの方がメスティンにはスタッキングしやすい印象があります。これも一緒に入れてみるとこんな感じ。高さはちょっとオーバーしてしまいますが、蓋は問題なく閉まりますね。調味料をたくさん使う方は2個だと足りないかもしれないですが、油と調味料1種類しか持っていかないよっていう人はこれでも十分事足りるかなと思います。ではどんどん紹介していきましょう。こちらセパレート箸ですね。税込み110円でした。私が持っているのは白いゴムバンドで留めるタイプになります。ケースが付属しているものも売られているようで、こちらは税込み220円です。これはですね、調味料ボトルの上あたりに収まります。ちなみにセパレート箸はこんな感じでネジ式なのですが、使ってる間にここのつなぎ目部分がちょっと緩みやすいかなっていう印象を持っています。ただもしかしたら個体差があるのかもしれないので、もし使ったことがあるよという人がいたら是非コメントで使用感を教えてもらえると嬉しいです。ここで本日2度目のダイソー以外のアイテムのご紹介です。こちら無印良品のフィルム石鹸ですね。税込みで590円でジャンコードがこちらです。最近は少なくなりましたが、時々手洗い石鹸を置いていないキャンプ場が、あるかなと思います。お手洗いの後だったりとか料理の前など、石鹸でしっかり手を洗いたい場合にこのフィルム石鹸がすごく便利です。中身はこんな感じになっていて、フィルム状の石鹸が合計で24枚入っています。使い方は簡単で、この乾いた手でフィルムを1枚取り出して水で濡らして泡立てて使うっていうだけですね。このフィルム石鹸なのですが、こんな感じでメスティンにもスタッキングできました。固形燃料を横向きにすると調味料ボトルも2個入って結構ぴったり収まりがいい感じですよね。100均グッズではないのですが、おすすめのアイテムかつメスティンにもスタッキングできたので、ご紹介させていただきました。ここまでご紹介したアイテムをスタッキングした感じはこんな様子ですね。ちょっとここに隙間ができちゃって美しくはないのですが、コンパクトなメスティの中にたくさんのギアが入ってるとやっぱりちょっとテンションが上がりますよね。また燻製をする場合は、燻製チップを使う分だけ別の袋とかに入れて、この隙間に入れといたりするのも良さそうですよね。ここまで、ポケットストーブと固形燃料のバージョンでお伝えしたのですが、アルコールストーブとアルコールストーブ用のごとくにちょっと変えてみたいと思います。こちらですね。ダイソーのアルコールストーブ 40ml と燃料用ごとくになります。アルコールストーブは税込み220円、燃料用ごとくは税込み110円でした。ダイソーのアルコールストーブとごとくはですね、大きいのと小さいのとサイズが2種類ずつあります。アルコールストーブに関しては 80ml と 40ml の2種類あって、私が持っているのは 40ml の小さい方ですね。ごとくも大小2種類ずつあって、私が持っているのは小さい方の燃料用ごとくという名前のもの、大きい方はアルコールバーナーごとくという名前で売られています。アルコールストーブは蓋を開けるとこんな感じで穴が開いてて、ここに燃料用のアルコールを注いで、火をつけて使うという感じですね。で、ごとくはスリットが入っているので、このスリット同士を組み合わせて三角形に組み立てて使います。ごとくは結構しっかりしていて、耐荷重は 2kg ですね。メスティンを乗せるとこんな感じです。ではこのアルコールストーブとごとくもスタッキングしてみましょう。こんな感じですね。だいぶスペースに余裕が生まれましたね。この辺にお米なんかも入るかもしれないですね。ポケットストーブと固形燃料なんかを合わせて入れて、
ちゃんと蓋も閉まるので、これで一緒に持ってっちゃうのもありかもしれないです。ちなみに大きい方のアルコールバーナーごとくですね、こちらは、1.5 号用メスティンにスタッキングできません。ちょっと角が当たって浮いてしまうので、使いたい方は注意して選んでみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はダイソーの 1.5 号用メスティンにスタッキングできるアイテムたちを、ご紹介しました。1号用メスティンに比べてスタッキングできる量が若干増えるので、楽しみの幅も広がりそうですよね。で、今回は道具紹介だけでしたが、そのうち実際に使ってる様子なんかも動画にできたらいいなと思っております。それでは今回の動画は以上となります。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と、グッドボタンぜひよろしくお願いいたします。またこれからキャンプに出かける方は楽しんできてください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。